工場では様々な製品を生産していますが、作業工程を順に示した作業指導表を確認しながら業務が行われていると思います。特に新しい人が入って作業してもらう時の教育資料として、久々に注文が来た時に抜けがない作業ができるように、変更点を明確にして間違った作業がされないようにといったいわゆる 3H、つまり初めて、変更、久しぶりの時に存在意義が大きいものと思います。作業指導表には順調に作業が進んだ場合のことは書いてあっても、この工程でこのような不良が発生した場合はこのように処理するといったような不良品の処置方法まで記載しているものは少ないのではないでしょうか。あったとしてもそれは実際の工程と合っているでしょうか。この動画では作業指導書の通りにしているはずなのに不良が発生してしまう事例を紹介したいと思います。早速ですが、具体例としてアルミの板金の穴にナットを埋め込む作業を考えてみます。詳細な工程としては、まずは板金をプレスで穴開けし、その後ナットを圧入します。その後に目視でナットの取り付け状態を確認し、ナットの外れやすさを機器で測定します。最後に梱包して出荷を行います。ある時期からナットがすぐに外れてしまうという不良が多くなりました。現場に聞いても特に工程の変更はないと言います。一体どのようなことが起こっていたのでしょうか。品質管理の担当者が実際に加工場に張り付いて作業内容を確認したところ、右のような工程となっていました。板金の穴のバリ取りは作業指導書にはない工程でした。プレス工程の事項具の摩耗により、製品立ち上げ時には発生していなかったバリが発生していたようです。そのままナットを圧入しようとすると、バリが噛み込んでしまうため、現場の判断で工程を追加したとのことです。また、機器測定で NG となった板金は再利用することになっていましたが、勝手に追加されたバリ取り工程も再び実施されていました。2回バリ取り作業をされた板金は穴が広がってしまいます。そのため、ナットがすぐ外れてしまう不良品が多く出てしまっていました。作業手順の勝手な変更、実作業者における加工手順の意味の理解不足、現場内でのコミュニケーション不足といったような問題が起こってしまった結果の不良でした。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先も貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。